年からウィーン、それから2012年からベルリンに拠点を移されたんですけれども、ウィーンにいる時もベルリンにはちょこちょこ行ってたんですけど、やっぱり活発なんだね。もちろん人の出入りもすごく激しいし、あと若い人たちがいっぱいいる。若い人たちが、いわゆるヨーロッパのニューヨーク的な感じで、なんていうかな、外からいっぱい集まってきてる、そういう活気があるから、で音楽家にしてもいろんなタイプの人がいるし、だからそういう意味でなんか俺にはそっちの方が向いてるかなと思って、で年いかないうちに早めに移動しようと思って。ベルリンというのは本当ヨーロッパでもいろんなジャンルのアーティストが集まるところって言われてるんですが、インプロ、いわゆる即興のシーンっていうのはどんな感じなんですか、ベルリン？即興のシーンっていうかね、俺知り合った人みんな即興しかやってないね。ジャズの人もみんな基本インプロでやってる。だからインプロが別に特別なことではなく、ほんでいついつ一緒にやりましょうっていう時も基本即興でやるっていうのが前提にあるから、普通のこと。ただベルリン的な表現っていうのはあるよ。どちらかというとちょっと音響的な感じ、いわゆる細かい表現。なんかリラクショニストというような、そういう感じがあるよね。ウィーンもそうだったんだけど、ベルリンも割とそれにそういうムーブメントはちゃんとあったね。あったし、でもそれしかやらない人っていうのはそんなにじゃなくて、みんないろんなことやってるけど、もちろんそういうこともやりますみたいな。なるほど、これしかやれませんではなくて、例えばアクセルなんかそうじゃん。アクセル・ドナーの人もそうだけど、彼はすごい普通にフリージャズも吹くし、いろんなことをやるんだけど、一人でやるときはああいう科目のことをやるとかね、そういう最近ではなんか変なトランペットにガチャンとこのマシンくっつけてエレクトロニクスやってるけど、すごいよ。すごい進化。変なことやってますよ、あの人も。面白い。変態。変態ですよ。面白いですよ。真面目に変態してるよね。非常に真剣に追求されてるんだけど。追求してる。特にこういう即興とか、こういう不思議な音楽をやる時の音楽活動っていうのは日本よりもヨーロッパの方がやりやすいっていうのはありますか？やりやすいっていうか、それが普通であるっていうことね。それ普通っていうか、それがそんな日本でいうみたいになんていう、日本だったら頑張んなきゃいけないとこはちょっとあるね。厳しいじゃない。そういう人たちが普通に例えばアクセルなんかでもこの前なんかベルリンジャズ大賞とかもらってたけど、結局そういう人たちがちゃんと評価される街だってことですよ。ね。そのアクセルさんはインプロ活動も含めての。もちろん。だから結局向こうでいうジャズっていうものはそういうものをちゃんと取り込んでいるということです。その普通のオーソドックスなジャズだけということ。日本ではそうじゃないじゃん。そのピットインみたいなちゃんとしたところは全部取り込んでるけど、でもやっぱりそうじゃないところも多いわけだし。だから日本だとそういう人たちっていうのはやっぱりいわゆるメインストリームじゃない人たちっていう風な扱いをやっぱりされてるけど、向こうはそうじゃなくて全部そういうものも全部調べて全部含められているっていうか、そういうものも当然認められているってこと。すごい一般にも認められているってことなんですね。じゃあ圧倒的にいい環境です。そういう意味では精神的には楽な環境でね。頑張んなくていいから。そういうとこ。なるほど。でベルリン拠点にされてるけど、やっぱヨーロッパつながりだから全部いろいろ回って自由に行き来できるっていう。それもあるね。住みやすい街だし、アーティストにすごくやっぱ寛容だし、特にねベルリンは。そうですよね。ドイツはね。でもベルリン特別だよ。他のやっぱりハンブルグとかそういうとこ行くともっと厳しかったです。そうなんですね。日本とね行き来されているっていうことで大変そうだなとは思ったり。でももうだから結局なんか距離感って例えば家からほとんど出ない人にとってみたら駅3つ電車乗るのも遠出でしょ。ね。例えば僕が大阪に住んでた時に東京に行くのってやっぱりすごい遠かったわけです。でもしょっちゅう頻繁に行き来するようになるとそれが日常になるから、その日常の自分の距離感みたいなものがどんどん縮まるっていう。でそれが今度日本とヨーロッパってなった時にもう俺も年に6、7回往復してるから、すごいですよね。そうなってくるともう12時間飛行機乗りゃいいんだっていうのはもちろん
あるから、それだったら別にそれに慣れちゃうとその距離感は短くなる。すごい。日帰りしようかとは思わないけどね、さすがにそこまでではないけど、でもやっぱり距離感ってやっぱり個人的なものだから感覚的なもの、だからしょっちゅうそういうフットワークが軽ければ、それはどんどん距離っていうのは縮まるもんですよ。行ったことなければ果てしなく遠いところにやっぱりなるんだもん、イメージできないから、でしょ、そういうもんだと思います。でもまあ明らかに体力はあると体力ねまだ今のところはね素晴らしい、いつまで続けられるかわかんないから、できるうちはやります。素晴らしい。でも移動するってことでやっぱり何か違うってありますよね。あれも気分変わるもんね。気分変わるもん、全然、違う街に行くわけだから、それ全然気分違うし。きっとなんかアイディアも違うものがバッと湧いたりとかすることそれはあるかもしれないね。ヨーロッパの方たちのインプロっていうのは日本のインプロの方と一緒にやって、やっぱ違うなって体感することってありますか？僕はあんまりそういうことを全然違うとかそういうふうに思ったことは実はない。僕はあんま思ったことはないけど、例えば向こうの人にしてみたら僕のやってることはかなり変わってるらしい。だからベルリンじゃ普通こういうのなかなか見れないよねみたいなものはあるらしい。だからやっぱりベルリンの人たちはベルリンの人たちでベルリン的な感じっていうものにもちろん慣れてるし、そうじゃないものが来た時にこれはなんだみたいなことになるじゃん。だからといってどうではないんだけど、もちろんそれで面白いと思ってもらえたらそれでいいわけだけど、ただ結局は一緒になんかものが作れるかどうかだけの話で、それはキャパシティの問題でしょ。相手をちゃんと認めて取り込めるかどうかって、相手をねそれができれば誰とでも一緒にできるわけじゃん。ね、だから僕はだからヨーロッパに住んでるからって別にヨーロッパの方が日本よりはるかに面白いなんて全然思ってないし、日本は日本ですごい面白いと思うし、日本は特に他のどの国に比べても日本の音楽の多様性ってすごいなと思う。だからかなり日本の音楽家っていうの面白いことをやってると僕は思うよ。でもすごい面白いね、やっぱり日本でやってるから名越さんなんか違うよねって言ってる、どこが自分は違うのかなっていう自覚とかは全然ない。なるほど。だからそれはどう面白がるか。例えば僕が今よくずっとここ近年一緒にやってる、インドネシアの連中いるじゃないですか、千山の連中とかいるでしょ。俺は彼らに出会った時にすごいって思ったけど、あいつらにとってはあれ普通なわけですよ。ね、ああいう表現ってあいつらにとっても当たり前で普通なわけで。でも僕にとってはあれはすごくやっぱりもうダイレクトに響いたもので、これはもう自分にあるんだけど、アジア人的ななんかのあるんだけど、でもあそこまでストレートに表現するっていうことはないなっていう、あれをあいつらは堂々ともう見せつけるっていうか、力強さに僕はもうすごく圧倒されて、すごくもう感動したっていうか、そういうことがもちろんあんの。でもあいつらにとっては別にそうではないわけ。あいつらにとっては僕のやってることはモダンで面白いと思ってるわけ。モダンだと思ってると思うよ。日本ジャパニーズだなっていうよりもモダンだな。でも彼はジャパニーズ好きなわけ。すごい影響を受けてるわけ。いろんなものに。日本のそういうアンダーグラウンドのシーンっていうものにすごく影響を受けてるし、いっぱい聴いてるから知ってるわけ。千山さんのそのアジアっていうものをすごい見せつけられたっていうのは、例えばそういうトランス的なものとかシャーマンのね。結局だからね、僕は彼らの音楽を聴いて驚いたのは、音楽とかもうどうでもいいんだなと思ったわけ。もう音楽っていうものを表現形式として使ってるけども、あいつらがこっちに訴えかけているものっていうのは僕の頭に来るんじゃなくてここに来るもんだったわけ。直接ね、ここに来ないで先にここに来てるわけ。だからそこがもうすごいと思うわけ。こいつらには勝てないと思ったわけ。そういう意味ではね、やっぱ音楽聴く時ってやっぱ頭使うじゃん、やっぱり。どうしてもね、分析しちゃうでしょ。そうじゃなかったわけ。あいつらのも直接ここに来たわけだから、こういう表現、こんな表現に勝てるものはなかなかないなって本当に思ったし、それだけ衝撃だったし、すごいと思った。
思った。なんだろう、やっぱり命から出てくるものみたいな感じなんですかね。だからもう全然だって育った環境とかも違うしね、もう全然全く違うわけですよ。話もいろいろ聞いてた。これはもう僕らにはそんなもん無理と思った。これはこういう表現はこうあいつらだからそれできてんだなと思って。子供の頃にした遊びとかも全然違う。そうか、それは強いですね、確かにね。そうそう、だからそれやっぱり自分にないし、やっぱりシャーマンな感じっていうのは気持ちはすごくわかるじゃん。やっぱり気持ちはわかるし、この感覚、このトランス感覚とかさ、この感じってすごくわかるんだけど、でももちろん理解はできるけど、自分の中に全てを支配しているものではないわけだ。でもあの人たちの中であれが支配している割合が異常に高い。だからあれが根源だったりするわけ、表現の根源だったりする。それは確かに。だからすごい、そこがまあすごいと思って、だからこいつらとなんか一緒にもの作りたいなって本当に思った。今たまたまトランスという言葉が出てきたんですけども、千秋さんは即興される時にそういうトランス感というか何か別の時空に行ってるような飛んでる感じっていうのは常にやっぱり感じてられるんですか？あるよ。それはそういう宗教的なそのトランスとはまたちょっと違うことは違う。もちろんそれはそうでしょ。それはそういう意味ではないんだけど、自分の中でこの自分から出てくる音がそういうふうにこうなんていうのなっていく感じっていうのは楽しむっていうのはもちろんあるよね。ただ僕の場合っていうのは同じところに長いこといたくないっていう、飽きちゃうから。なんかそのどっかで書いてある破壊したい、どっちかっていうと内田さんは破壊したい方っていうのが破壊って昔だってねブランドジローもそうだったわけじゃん。ね、破壊するためにものを作ってたわけ。破壊するため、確かに。でもそれっていうのは破壊しがいのあるぐらいのエネルギーを出さないと破壊しがいがないわけですよ。そのために必要なエネルギーってあるわけ。ただ何もないのに破壊しても何のパワーもないわけですよ。だからこんだけ上がったところをぶっ壊すからすごくそこにすごい何かが生まれるわけで、ね。エネルギー、確かにね。これね、千夜は連中に言われたことがあって、俺は変わるのが早すぎるって言って、あの人たちにとってはこう続けてこう上がっていく感じっていうのがあって、それをすごくやっぱ大事にしてる。なるほど。だからそこに上がりきるより前に僕はもっと長いことやるのが好きだけどねっていうあいつら言うんだけどなるほどなとよくわかるわけ。レゴこれずいぶん前ですけど、あるジャズシーンを聞いてたら、とも長くって2時間ぐらいずっと演奏してんの当たり前みたいな、エネルギーをたくさん持ってる人っていうのはもう同じことずっとやっててももっとやりたいみたいな感じで、それどんどんいくらでも上がっていけるってことでしょ。それでいくらでも上がっていける、その感覚が分かるよりも。いくらでも上がっていける感覚が分かるけど、その積み上げてきたものを使って別のとこに行きたい衝動が僕の中にやっぱあるわけ。なんか分かるような気がする。だからね、そこで2つに分かれると思うんだけど、よりそこからもっと上げたい人とそこから違うところに行きたい人とでやっぱり分かれちゃうのよ。なるほど、そこのだからそれはどっちがいいとか悪いとかの問題では多分ないと思うわけ。もちろんずっとやってることでもういくらでも1時間でもずっとこれ弾いてても俺はもう弾けるよっていうのあるよ。あるけど、例えば自分の音楽としてはそうはしないっていう。でもそういう局面っていうかそういうプロジェクトだったら俺いくらでもできるけど、やり方とは違うけどそれは分かるし、気持ちも分かるし、その中に自分が入ることもできると思って。ひたすらもうカッティングだけ1時間や弾いてって言われても俺はできるよ。それで上げていくことは俺はできるし、それだけで気持ちよくなる自信は当然あるし。アジア的な意味で言うと日本の音楽もそうですけど、積み重ねっていってその積み重ねのところで同じことでも何回やるかで全然違ってくるっていうのが伝統的な音楽にもあるので、やっぱりその西山の中にもそういうアジア的な何かこう感じ方っていうのはあるのかもしれないですね。
ね。まあ、ただ重ねればただ繰り返しが多くなればいいっていうわけじゃ絶対ないと思うけどね、その質が高くなければ、ね、質がちゃんとないといくら繰り返してもダメだと思うけど、80年代からダンサーさんとか書家、美術家、ライブペインティングとか異業種ともさまざまにセッションされているんですけれども、異業種の方と演奏するときに気をつけてることとか何かありますか？こんなこと言ったらあれなのかもしれないけど、いわゆるこうそういう違う分野の人たちと一緒にやるっていうことからどんだけのものが得られるかでお互いにっていうのはちょっとね必ずしも面白いかどうかは分からないな、ダンサーは僕面白いと思う。ダンサーは一緒にやっててすごく楽しいと思うし今でもやるんですけど、かといって僕別にダンス見てるわけじゃない、あんまり見ないんです。一緒にやるのあんまりダンスで結局見るっていうのは動きを見て音をつけてる人いるんだけどそれはやらない、それやっても意味ないと思うから後付けにしかならないからやらない。ただ同じ空間で同じ時間をそこで一緒に過ごすっていうことが一番大事なことで、だからもっとちょっと気配的なもの、的なもので即興でやる場合だよ、即興でやる場合はもちろんそれがとても大事で、だからもちろんこうやって弾いてても視界にちょろちょろはもちろん入るんだけど、別に見て動きに対して音をつけるなんていうことはまずしないっていうか、それはもう全くもう意味がないと思ってるからやらないし、気配を感じながら自分が演奏してるだけっていう、それだけなんです。俺もそれでいいと思う。すごいわかります。最初の音があってそれにダンサーが振りをつけるっていうのもありなんだけど、でもやっぱりその場でパッと一緒に即興するっていうことになると、いちいち反応を見て反応ってことはもうされないってことですね。そういうことです。誰とやる場合でもそうなんだけど、今ダンサー面白いって言ったけど、それはまあ間違いで、ダンサーでも一緒にやっても面白くない人もいる。もちろんいる。もちろんいるけど、自分の経験としてはダンサーと一緒にやって面白かった人の割合の方が高いから。大切にしていることっていうのはその気配を感じる。そう。お互いにね。互いに。でいちいちそれを反応し合うということではなく、ともかく一緒の場にいて気配を感じ合うっていうことですね。例えばライブペインティングって一番難しいな。面白い人も中にはいると思うけど、比率で言うと大半は多分つまんないと思う。でも割といくつか僕やりましたけど、黒田さんとかはまたちょっと違うんだけど、なんかね結局音楽聴きながら絵描いてるだけの人がいるんですよね。で結局 BGM なんだよね。自分が乗りやすい音楽かけながら絵描くでしょ。それと一緒でそれがライブ生に変わってるだけっていう人が割と多くて、それって一方的で結局相手から何も来ないんだよ。そういうのはつまんないと思う。だから一緒にやるってことはやっぱりコラボレーションするってことはお互いに影響され合わなきゃ意味がないと思うし、そういうことが起こりうる組み合わせっていう中でライブペインティングはなかなか難しいんじゃないかなと思う。黒田さんみたいにすごくアクティブな人はまだ違うと思うんだけど、ただもちろんいい音楽のところでいい絵を描くって、それだけでもいいんだよ。それだけでもいいし、だから別にその好感がそんなにあからさまになくてもいいかもしれない。でそういうこともあり得るかもしれない。でもやっぱり人かな、それは。やっぱり人。誰と一緒にそれをやるのかっていうことで決まると思う。だからいい人は面白い、それができる相手だったら面白いと思うし、だからライブペインティングはダメって言ってんじゃないよ。だから相手次第、何でもそうだけど相手次第。関係性ですね。印象としてはそういうダンサーの方が一緒にやってる感覚になれる比率は高いかなとは思うけど、表現の形態としてね。歌物のサポートとかアレンジとか、たくさん行っておられるんですけれども、
そして即興音楽家とポップミュージシャンの交流っていうのが必要なんじゃないかっていうことを説いておられたりとかされるんですけど、これは具体的にはどういうそのことになるんでしょうか。だからね、分断されてるんだからね。いわゆるそういう即興音楽やる人と歌作ってる人っていうのは接点がない、別の世界の人たちと思われていることがやっぱ多いし、それは商業的にもそうだし、でも中で全然違う人もいっぱいいるんだよ。だから例えばさ、昔ロキシーミュージックってバンドだったでしょ。あそこにブライアン・イーノがいたわけですよ、ね。あそこにブライアン・イーノがいる意味っていうのはやっぱりすごく大きいと思うわけ。だからいわゆる実験的なことをやる人たちがああいうポップミュージックだよね、ポップロックっていうか、そういうもののを作るのに一役買っているっていうか、アイデアをそこにいっぱい盛り込んでいるっていう、だからああいう音楽が豊かに響く結果となる、そういうことが昔はよく起こってたわけ。でもだんだんそれがもう分かれちゃって、ポップミュージック作る人はポップミュージック作る人だけみたいな人に完璧に分断されちゃってるから、そこで以外の発想が盛り込まれなくなってくるので、例えば単純になって面白くない、深みがなくなるっていうのがあるんじゃないかなと。ポップミュージシャンでも面白い音楽作ってる人っていろんなアンテナ張ってるから、いろんなもの聞いてるし、やらない別にして、いろんなもの聞いて新しいものが出たって言ったらそれを聞く、面白いのありますよって言ったらそれを聞く、そうやってこう自分にちょっとでもいろんなアイデアを自分の中で取り込んでいこうという意識がそこにちゃんと高い人たちがやっぱりいる。で僕一緒にやってる人たちもそういう人たちしかいない。中で歌い手なのに自分も即興されちゃう人とかもいらっしゃいます。だって誰でもできるんだもん、即興なんて。旅人なんかそうでしょ。そうですね。もともと歌なんていうものも即興、作曲も即興じゃない。歌作るのも即興じゃない。やっぱ風穴をポップスのそういう世界に風穴を開けるっていう意味でも、内橋さんその交流が必要っていうのはそういう。もっともっとみんなが交わればいいと思って。お互いに影響されてなんかもの作るようになればいいと思うし、だからちゃんとやってる人はそういうことをすでにやってるよ。そういうもの、自分のそういうポップミュージックやってる人がポップミュージックしか聴いてないなんていうダメだと思うよ。逆に即興やってる人が即興しか聴かないっていうのもどうかと思う。どうなんですかね、即興音楽やる人は普段お家でも他の人の即興音楽を聴いてるんですかね。いやでもそれどうなんだろう。俺は不思議に思うんだけど、それはもちろんもう生まれてちっちゃい頃から実験音楽しか聴いてないんですっていう人も中にいるかもしれない。いるのかな。そういう人もいるかもしれないけど、それはレアでしょ。ほとんどの人はだってもう特に日本なんか住んでたら音楽なんかそこら中垂れ流されてるわけで、聴かないわけにいかないわけ。もちろんそういう状況でもう避けちゃう人はもちろんいるかもしれないけど、でもなんだろう、だってみんな童謡とかはみんな知ってるじゃん。ね有名な曲とかは知ってるじゃん。はい、教科書に昔載ってた曲とか知らなくはないですよね。そういうものにはやっぱ触れてるわけで、だからそういういうものを排除するっていうか、そういうのをこうどけちゃう必要も当然ないし、好きだったらそれでいいわけし、いいものはいいわけで、あんまりだからそういうジャンル的なものとかさ、そういうふうなカテゴライズで仕分けしない方がいいと思う。音楽は音楽でいいじゃん。ジャンルは1個でいいじゃん。音楽っていうジャンルでいいと思う。それだと商売にならないんだけど。そうじゃん。そうですね。商業があれジャンルを作ったわけだから、売るためにジャンルを作ってんだから、そんなものにだって振り回されちゃいけないと思うわけですよ。音楽は音楽でいいと思うし、あとは好きか嫌いか好みかそうでないかでしかない。でミュージックスっていうようにようやくなってきた時代だから変わってくるのかな。変わってきてるとは思うけどね。ですかね。はい。